Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回はですね、文字打つのが遅いけどチャットどうする？非課線の悩みにスピードで答えていくというテーマでお送りします。今回お話しするテーマはこちら。文字打つのが速くなりたい非課線。今霊式始めるのはどこから？非課線と宅急便、コスプレミラプリどんなのいた？ 14 は配信向きでない理由、先釣り、まとめ狩りに困惑、すべてに質問相談いただいております。一つ目、文字打つのが速くなりたい非課線。質問読み上げます。トラジオさん、いつも参考になる楽しい動画をありがとうございます。私は14を始めたばかりの若葉です。せっかくのオンラインゲームなので FC とかに入っていろんな人と交流をしたいと思っているのですが、キーボードのタイピングが苦手で楽しくチャットができるかとても不安です。ネットでタイピングの方法とかを調べてもなかなかうまくいかず苦戦しています。そこでお聞きしたいのは、トラジオさん流のタイピングが速くなるコツなどがもしあれば教えてほしいです。また FC などで会話されているチャットの速さはどのくらいの速さなのでしょうか。結論、チャット交流しまくりましょう。結局チャットで日々話すことが練習になるんで、多少遅くてもチャットをする癖をつけていく意識をするといいです。あとはタイピングを練習するゲームとかあるんで、そういうので遊んでみても速くなることがあります。自分は特打っていう銃で早打ちするみたいなね、タイピングして遊ぶゲームがあるんですが、自分の本当の初期はそこで遊んだから少し打てるようになりました。でそこからファイナルファンタジー11ですね、11を始めて、交流が多いからね、さらにチャットを対応して、同時期に出ていたモンスターハンター G でもね、チャットを使うっていうことがあったんで、とにかく日々使い続けるとある程度は会話ができるようになりました。どれくらい早いのかっていうと、例えば FC チャットで挨拶していた様子を見てみましょう。こうやって打つと、ごじるってこともあるんですけど、もうこれはもはやキーボードが自分に追いついていないと言い聞かせてごまかしています。2つ目、今霊式始めるのはどこからということで質問読み上げます。タジオさん、こんにちは。私はこれから霊式を始めようと思っているのですが、いきなり煉獄編から始めても大丈夫なのでしょうか？それとも変獄編の霊式からやった方がいいのでしょうか？結論、今から霊式を始めるなら今現行の霊式を始めることをお勧めします。というのも、霊式は現行のコンテンツを行くことで現行最強の装備を獲得したり、マウントとか取れることが最大のメリットなので、1個シーズン前の霊式行ったとしてもメリットがミラプリ用の装備かマウントくらいなので、そもそもそれに行きたい人口が少ないのでパーティー募集してもなかなか集まらないので、過去のコンテンツを通常の体制でクリアするという目的のコミュニティで募集しないと人が集まりにくいので、現行の霊式だとまだ遊ぶ人も多いし集まりやすいので、現行の煉獄編からスタートをお勧めします。とはいえ初めての霊式で不安だと思いますが、どの時期に始めても準備するものは同じなので、装備やスキル回し、予習などをしてまずは挑戦して慣れていきましょう。霊式は何回も倒れては改善して進めていくっていうのが基本なので、床ペロするか不安という不安は逆に不安を作るので、床ペロして当たり前くらいの気持ちでいきましょう。霊式で準備するものは過去に動画まとめているので、概要欄にリンク貼っておくんで参考にしてください。3つ目、非課線と宅配便。質問読み上げます。非課線と宅配便の相性が悪いって本当ですか？どういうこと？多分14をプレイ中に宅配便で荷物届いた時に対応しづらいよねっていう話だと思うんですけど、まさにそうで、特に自宅で一人でいる場合、戦闘中だと対応しづらくなります。ID とかならすいません宅配便がと言っておけば進行を止めて待ってくれるってこともありますが、霊式とかだとそういうわけにもいかないので、どっちを取るかね迷う時があります。ソロのオフゲーとかなら止められますが、人と常にいる MMO ではちょっときついですよと。そういった意味では確かに非課線と宅配便は相性最悪かもしれません。4つ目、コスプレミラプリどんなのいた？質問読み上げます。アニメのキャラクターに近づけたミラプリをよく見かけます。見かけるたびにすごいなぁと感心しています。ツイ、マルテ、テン、マルラなどに近いキャラを多く見かけます。今までトラジオさんが出会ってきた非課線の中にそういったキャラクターはありますか？もしなければ自分がなってみたいキャラなどありますか？よく見かけるのは、白雪姫とマリオとか、ルイージとか、この間見て面白かったのはハルクがいたのは笑いました。あとは FC 内にセントくんがいたりします。
で自分がなってみたいキャラクターはアニメとかそういうのはあんまりなくて、この世界にキャプテントラジローというね、個性のキャラクターを作りたいっていうのはあります。なのでこの見た目はキャプテントラジローだよねっていうのができたら嬉しいなっていう感じです。5つ目、14は配信向きではない理由。質問読み上げます。トラジオさんこんにちは、いつも楽しく拝見しておりトラジオさんこんにちは、いつも楽しく拝見しております。酒蔵屋お疲れ様でした。また面白い企画を楽しみにしてますね。ファイナルファンタジー14の配信内容について質問したいのですが、私は VTuber をやっています。いろいろな MMO で配信を試していて、今後どの MMO で配信していこうか検討しています。しかし14は一番ユーザーも多いはずなのに、他 MMO よりも視聴者さんが極端に少ないです。ドラクエ10や PSO2、NGS、黒い砂漠と比べてもなぜかほとんど見に来てくれる人がおらず、他 MMO と同じような配信内容であっても半分以下しかいません。なぜなのでしょうか。どうしたら14の視聴者さんが増えるのでしょうか。これ本当にそうで、自分も YouTube やるときにリサーチとかするんですけど、14のライブ配信は全体で見ても数字が伸びにくい傾向にあります。理由は戦闘が見てる側がつまらないというポイントだと思います。モンスターハンターとかドラクエとかでもそうですけど、どのキャラクターが何をしているのかを理解できる場面に配信者のリアクションとか言葉が入ることで見ていて楽しいってなると思うんですけど、14って戦闘中は基本カメラをねこう最大限に離すことが多く、特に戦闘中だとパーティー戦なので、そこに他の人も混じって映り、誰が何してるかわからない状況が生まれます。画面の情報を理解できるのは14ユーザーだけなので、視聴者も14してる人だけに絞られやすくなるということになります。となると知らない興味ないっていう人は、見てもよくわからんしつまらないっていうことで、14ユーザー以外があまり見ないという状況から14は視聴者が基本少ないのだと思います。これを増やすには14を知らない人も見て楽しめるような環境作りが大事だと思います。自分もこれは感じているのもあるので、生配信は主に雑談をメインで行うようにして幅広い視聴者の方と楽しむように意識はしていますが、まだまだね配信頻度は少ないですがぼちぼちやっていくんで、ぜひ見てください。宣伝、例外としてもともと大人気の VTuber の人が14に入ってきたらそれは視聴者多いよねっていう場合はあると思います。6つ目、先釣りとまとめ狩りに困惑。質問読み上げます。こんにちは。2年ほど前に全ジョブ80くらいまで遊んでボットが目立つため休止して、今回無料赤で様子見に再開したものです。当時まとめ教養や先釣りなどの問題などほとんど目にすることはなかったので困惑しています。問題、ナイトでレベルレに参加させてもらった時、敵グループの目前でホットを投げたり、私が盾を投げると同時かそれより先に私がターゲットしている敵とは別の敵にドットを投げるなどしてタゲをごっそり持っていくヒーラーに会いました。正直何がしたいのか理解できません。もうお前タンクやれよって思いながらばらけて集めにくいタゲ取りを強要されました。質問、トラジオさんの中でバイキングとパイレーツの違いを教えてください。なんでやねん、こっちが困惑するわ。問題の方はね、よくある先釣りとまとめ狩りってことで、コンテンツファインダーだとあるよねドンマイって話で、自分が海賊とかそういうの好きだから海賊についての質問だと思いますが、バイキングは海で戦いを求める戦士、パイレーツは略奪や欲を目的とした強盗、この違いではないのでしょうかということで、実際はどうなのか調べてみました。結論、全然違いました。答えはどっちも同じ海賊ということですが、パイレーツは海賊全体の総称、バイキングは海賊の中の民族の名称です。とある島に住んでいながら略奪を繰り返す民族で、パイレーツでありバイキングであるのが正解なのではないのでしょうか。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。とっととととらとらじろう、とっととととらとらじろう、こんな感じに生きてゆくとらじろんど。